それでは始めさせていただきます。本日は、デジタル印刷技術を活用したパッケージイノベーションと題しまして、株式会社セイコーの米倉が発表させていただきます。よろしくお願いいたします。今回は、デジタル印刷っていうものがどういったものなのかっていうのと、デジタル印刷を活用すればどういったパッケージに変化させていけるのかっていうところに焦点を当ててお話しさせていただきたいと思っております。で、途中で、今まで製造させていただいた採用事例なども交えてお話しさせていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、デジタル印刷のお話に入る前に本当に少しだけなんですけれども、弊社のちょっとだけ会社概要を説明させていただこうと思います。弊社は株式会社セイコーという会社なんですが、1911年に創業いたしまして、会社概要はこちらに書いてあるような感じになっております。で、おかげさまで今年で105周年を迎えることができました。で、弊社がどんな会社なのかっていうところなんですが、昔は、農産物の、出荷するときに木箱を使ってたんですけれども、その木箱の横に貼るラベルを取り扱っている会社でした。なんですけれども、包装形態の変化に伴って今では、フィルムの二次加工メーカーとして今に至っております。事業内容としましては、先ほど少し言いましたが、フィルムの二次加工ということで、グラビア印刷から、袋の形にする製体まで一貫して自社で生産しております。で、もう一つが今日メインでお話しさせていただくデジタル印刷と、フィルムだけではなくて包装機械も今では取り扱っております。でですね、農産物のパッケージにおいては、弊社は結構強みとしているんですけれども、今では国内でトップシェアを誇っておりまして、でも今ではもう本当に農産物のパッケージだけではなくて、こちらにあるように冷凍食品の袋であったり、パンの袋とか、あとはお菓子の袋とか、あとはもうお弁当用のカットシートというような感じで、フィルム全体の難包装に関するものであれば基本的に取り扱いをさせていただいております。ここから少しデジタル印刷についてお話しさせていただきます。まずデジタル印刷っていうところで、特徴を3つほど述べさせていただきます。まず、1つ目は先ほど、シリンダーの刃のお話がありましたけれども、それとは別に、刃が1つもいらないっていうところがまず大きな特徴でございます。で、2つ目はデジタル印刷は多品種の小ロット生産にすごく向いているというところでございます。で、3つ目は、バリアブル印刷ができるというところでございます。で、1つずつちょっと詳しく見ていきたいんですけれども、1つ目の特徴である版ですっていうところはもう本当にこの名の通り版がいらないということなんですが、皆様もすごいご存知だと思うんですけど、グラビア印刷っていうのとデジタル印刷がよく比較されるんですが、グラビア印刷はもう1色につき1版というようにシリンダーが必要になってくるので、最近では多色化が進んできておりまして、もう基本的に写真が入っているので、最低でもご飯は必要になるかと思うんですね。なので、ご飯必要になってくるんですが、版を作るのにも少しお時間とかかかると思うので、デジタル印刷であれば版を作る時間が必要ないので、そういった部分で版を作る時間がないっていうのを考えると、デジタル印刷っていうのは単納期に結びついていくのではないかなというふうに思っております。でですね、2つ目の多品種小ロットっていうところについては、デジタル印刷ではグラビア印刷とは違って、グラビア印刷は本当に1種類のものを大量に生産するっていうのにはすごく向いてると思うんですけど、デジタル印刷はそうではなくって、この写真にあるように1つのロールに一括して違うデザインのものを印刷するっていうところが得意なところでございます。ですので、こちらの右にあるように、例えばお菓子の袋であったら同じ大きさで味だけ違うとか、そういったところで、デジタル印刷の強みを生かせると思うんですね。で、この図では
ワンロールの中に ABCDE っていう風に一つずつのものが印刷されている過程なんですが、必ずしも全部の種類が同じ数でなければいけないというわけではなくて、例えば A の種類がたくさんよく売れるので200枚とかで、 B の種類はそこそこ売れるので100枚とかで、 C の種類はなくてはならないのでちょっとだけですけれども50枚とかっていうふうに、数量もデザインも本当にお客様の好きなようにカスタマイズしていただけるっていうところが、不要な在庫を持たなくていいので、そういったところで便利かなというふうに思っております。でその多品種小ロットっていうところを生かして、こちらはちょっと展示会のサンプルで作ったものなんですけど、横展開がたくさんあるものには向いてると思うんですね。なのでこれはマリアメのパッケージなんですけれども、これに、中身は本当に全部同じで、パッケージだけ浅草限定のようなパッケージにしてみたりですとか、徳島限定の阿波踊りのイメージを入れてみたりっていうような感じで、中身を変えることも一つの手段かもしれないんですけれども、いろいろ研究とかも大変かなというふうに思いますので、それに比べるとパッケージを変えるということはそれに比べるとちょっと容易なのかなというふうに思っておりますので、そういったパッケージを変えることで、ただのマリアメっていうものが限定品であったりプレミアムな感じに変化することもできます。で3つ目なんですけれども、3つ目の特徴で申し上げましたバリアブル印刷ができるというところに関しましては、先ほどの多品種小ロットの時にお見せした写真は本当にデザインの全てが違うデザインだったと思うんですけど、この写真のように、ベースはほとんど同じで、ここにあるようにナンバリングだけが違うっていうようなこともできます。であとは、100個に1個だけハートマークをつけたりとか、そういったところでキャンペーンとかですね、そういったのでホームページの方でそのナンバリングの文字を入力していただいてっていう風な感じで、さまざまなキャンペーンに利用していただけるのではないかなと思っております。でここまで、デジタル印刷の3つの特徴を、1つずつ見ていったんですけれども、小ロットにも対応できると申し上げましたが、果たして小ロットっていうのがどれぐらいのロットなのかっていうところが気になると思うんですけれども、消費者とブランドオーナーさんと印刷会社っていうところがあるとして、まず消費者の方はもう1個でも十分だっていう人もいると思いますし、ブランドオーナーさんであれば、今回の企画は1000枚だけ欲しいとか、あとは印刷会社さんであれば、4000メーターでも小ロットだよなっていう風なお考えだと思うので、ここの3社のところでもここに温度差ができてしまうと思うんですよね。なんですが、この温度差を解決してくれるのがデジタル印刷の特徴だと思っております。一番左にありました消費者のところの小ロットを解決するというところに関しましては、これは、ワントゥーワンっていう風なビジネススタイルになるんですけれども、おむつの袋をイメージして作りました。で、産婦人科の方に聞くと、その1ヶ月に1回とかの検診の時におむつをプレゼントしたりするみたいなんですね。で、その時に、産婦人科の先生からのメッセージとか、そういったことを入れたり、その時の赤ちゃんの写真ですとか、そういったものを入れることによって、汎用品の袋ではなくて、もう本当に自分だけのパーソナライズの、もう本当にプレミアム感の増したものにもデジタル印刷を使うと、こういったことも可能になってきます。なので、袋のこのおむつの袋なんていうのは、もう中身を使ってしまうとゴミになってしまうものだと思うんですけれども、こういったことをすることによって、思い出として取っておいたりですとか、あとはその赤ちゃんが大きくなった時にこういったものがあったんだよというような宝物にも変えることができるのではないかなと思っております。次ですね、弊社がデジタル印刷を導入したのが、2000年からになるんですけれども、そこからは、お客様の商談用とか提案用とか、あとは展示会用ですとかノベリティといったダミーサンプルが始まりでした。でですね、2014年に HP さんのインディゴ2万っていう機械を入れさせていただいて、ここで大きくデジタル印刷の可能性が今までよりかは格段に広がったと思います。でなんで、インディゴ2万を入れることによって可能性が広がったのかっていうと、
ここの第3世代と第4世代での違いが、ここの印刷の有効範囲がすごく広くなったというところなんですね。今まではこの青い部分の第3世代までは印刷有効範囲が317で最大のワンピッチも980だったんですが、インディゴ2万を入れることによって印刷有効範囲も736で、最大のワンピッチも1100になったことで、印刷の面積としては約 2.5 倍で、このインディゴ2万のこの黄色の幅のところですねになることによって単包材の約 90% ぐらいはカバーできるようになりました。で、最初の頃はダミーサンプルとか本当に小ロットのものしかできなかったんですけれども、このインディゴ2万を入れることによって幅も広くなって対応できる幅も広がったっていうところもありますし、小さいものでもたくさん帳付けしてたくさんのロットを生産することができるようになりましたので、デジタル印刷イコール小ロットっていうのではなくって、デジタル印刷イコール小ロットもできるしメガロットもできるよっていう風な本製品も生産できるようになったところが大きな違いだと思っております。で、本製品のところで、過去に作らせていただいた実績なんですが、こちらは、FC 岐阜っていう J2 のサッカーリーグのチームがあるんですけれども、ここの、応援のど飴っていうのを製造させていただきました。でこれは、多品種っていう特徴を生かして、そのパッケージのこれ飴を入れてる外体なんですけれども、表のところは多品種っていうのを生かして全部選手の写真を入れて、ここは一つの画像として作らせていただきました。で裏面にはこちらが裏面の画像になるんですけれども、ここに選手の名前ですとかニックネームとかっていうような、普段試合を見てるだけではわからないような自分の性格を一言でとか、そういった細かいプロフィールを各選手印刷させていただきました。でですね、これは本当にたくさんデジタル印刷のいいところを使っていただいた事例になるんですけれども、どのようにして製造していったかというと、表のデザインはもうこれで一つの画像として画像可変ということで印刷させていただきました。で裏面はこの白いところの身長、体重、生年月日とか大きな全部共通してある項目のところは、元から、デザインを作っておいて、このそれぞれの人で変わるところだけを、このようなお客さんからも本当に Excel データでこの人は生年月日いついつみたいな感じで、こういった Excel データをもらうだけでもうパソコン上でプログラミングして印刷することができるので、一つずつもう一選手一つずつデザインをデザイナーさんがわざわざ作らなくても、こういったデータがあるだけで、先ほどのような可変のものを作ることができるようになります。で、こちらはまだ新しいような技術にはなってくるんですけれども、ハイブリッド印刷っていうものがございます。でハイブリッドっていうことなので、弊社グラビア印刷もやっておりまして、この写真のように、何も変わらない、例えば成分表示であったりとか共通して入る商品名であったり、そういったところはグラビア印刷で先に印刷しておきます。でですね、ここのおじいちゃんいつもありがとうとか、そういったメッセージとかを入れたりですとか、可変する部分だけをデジタル印刷で後でお譲りします。とすると、製品としてはこのまとまった部分になって、グラビア印刷が大量に同じものをするっていうところがいいところだと思うので、そこのいいところを取って、オンデマンド印刷は可変するっていうところがいいところなので、両方のいいところを取って製造しているのがハイブリッド印刷になります。でこれは、飲料メーカーさんとかでもいくつか実績もございます。で今から、ご説明お話しするのは本当に究極のお話ではあるんですけれども、例えばセイコーっていう野球のチームとかがスポーツ大会で勝ちましたと。そしたらモデーターさえ準備しておけば、もう号外のように新聞で号外ですって配られると思うんですけど、そういったような感じでパッケージも配ることができるっていうような、本当に
タイムトゥータイムというか、もう本当に3納期ですぐ商品にできるっていうところもデジタル印刷は可能性があるのではないかなというふうに思っております。でこれまでお話ししてきましたデジタル印刷は、版画を作る必要がないので安いんじゃないかなっていうふうに思われてる方もおられると思うんですけれども、決してそういうわけではなくて、グラビア印刷とデジタル印刷ってもう本当に印刷の方法も全然違いますので、多品種になればなるほどやっぱりデジタル印刷の方が優位になってきますし、そういった面では、例えば5種類を作るとなると1つのデザインに5版かかるとなると、それだけで25版作らないといけないので、単価として見てしまうと1枚あたり高いかもしれないんですが、トータルとして見ていただくとデジタル印刷で作った方が安いんじゃないかっていう風な考えにもなるかなと思います。で、重視するものとして品質とか納期とかもちろん価格もあると思うんですけれども、それ以上にデジタル印刷を使うと価値っていうところがたくさん見えてくると思うので、その先にある価値を見据えていろいろ考えていっていただきたいなっていうふうに思っております。で、本来の目的である包むっていうところから伝える、つながるというふうにパッケージを広告媒体として使っていただければありがたいです。もう本当に、まとめはもう飛ばさせていただきますね。でデジタル印刷って、私たちもいろんな営業というか、いろんなアイデア考えるんですけれども、私の紹介した活用方法が全てではないと思いますし、いろんなアイデアで、デジタル印刷をあまり知らない方もこんなパッケージあったらいいなっていうところから、実現できる可能性が高いと思いますので、少しでもデジタル印刷ってこんなもんだったなっていうふうに頭に置いていただければありがたいかなと思います。以上で終わらせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。それではただいまのご発表に関しましてご質疑、コメント等よろしくお願いいたします。何かございませんか。セントラルパークの大西と申します。大変興味深いお伺いでございました。今回ですね、デジタル印刷についてご報告いただきましたけれども、印刷速度についてお伺いしたいと思います。従来のグラビア印刷と比べて印刷速度についてはいかがでしょうか。そうですね、デザインによっても全然違うと思うんですけれども、私も営業しているのでそこまで詳しくないんですが、デジタル印刷であれば、白の隠蔽性が薄いというところもグラビア印刷と比べてちょっと劣ってしまうところなので、白を印刷1回だけするのか2回だけするのかっていうところでも違ってくるかなと思うんですね。なので、ちょっと後でちょっと調べてご連絡させていただくんですけれども、グラビア印刷よりかは少し遅いと思いますね。申し訳ないです。すいません。他に何かございませんか。よろしいですか。じゃあ私の方から一つ、デジタル印刷とその今のグラビアのお話、速さの点もあると思うんですけど、全く同じものを印刷するとしてどれぐらいのロットをやればコストとしてデジタルの方が勝つのですか。本当に多品種となればやっぱりデジタル印刷の方がいいかなと思うんですけど、1種類ってなると、そうですね、1500メーターとか2000メーターっていうところが分岐点ではないかなと思います。ありがとうございます。よろしいですか。他によければほぼ時間となっておりますので、次の発表に移らせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。